販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。これとこういう通常の5回と普通かなというふうにやってると思います。はい、皆さんこんにちは。ワールドドラママーケットのルッチです。今日はですね、通常の横回転のバックサーブとは逆の曲がり方をする逆横回転のバックサーブの出し方を解説したいと思います。使っている人が非常に少ないので取り慣れてないというのが一つ武器になります。そしてサーブのコースが非常に鋭角に出せるので、結構次3球目がバックハンドで待ちやすかったり、コースを限定させることが非常にしやすいサーブになります。オリンピックのシドニーのオリンピックの金メダリストはですね、決勝の最後5ゲーム目でこのサーブをいっぱい使って最後サーブエースだったり優位なラリー展開バックハンドで作って勝ったっていう伝説のサーブになります。まずはですね、このバックの逆回転の感覚をつかむのはどうしたらいいかと言いますと、このボールの左側ですね、左側をつかむことがこのサーブは必須になりますので、ボールの左側をつかむ練習をしましょう。こっちですね、台にこうボールを置いて、ボールのこの左側をこすこうやってちょっとボールを回るようにちょっとこすってみてください。はい、ちょっとやってますね。こうやってボールの左側こういう感じ。はい、何回もやってみますよ。ボールの左をこうやってこす。はい、もう一回いきます。こう。ぜひこれでちょっとボールの左をつかむ感じをちょっとボールが回るようにやってみてください。はい。ではポイントの2つ目は構え方です。構え方はですね、バックサーブするとき普通の皆さんのバックサーブの構え方で OK です。で、次にラケットのベッドという真上に立てるようにしてこうやって構えます。こうです。これが逆横回転のバックサーブの基本標準理論です。こうベッドの真上に立って構える。こうやってやるとこうやってボールの左側をこすりやすくなります。ポイントの3つ目です。これ実際にこう振ってインパクトさせるんですけど、こうトスを上げたときにボールのスイングを上から下に振り下ろす感じ。上から下、上から下、こういうイメージです。上から下で、上から下に振ってボールの左側をチョップチョップチョップっていう感じでやると逆横回転のバックサーブが出せます。チョップです。上から下にチョップいきますよ。上から下にチョップ。うわ、いいコース、いいコースいきましたね。いいコースね。こういう感じ。はい、こういう感じ。中国野球のモーさんがよく言ってた小三角っていう位置ですね。それが非常に狙いやすいサーブになります。こういう。そこを狙う、そういうコース狙えるんで、こう待って、それをバックハンドで打ちやすくなります。いきますよ。上から下にチョップ。うわ、いいコース、いいコースきましたね。いいコース。ね。こういう感じ。はい、こういう感じ。中国野球のモーさんがよく言ってた小三角っていう位置ですね。それが非常に狙いやすいサーブになります。こういう。そこを狙う、そういうコース狙えるんで、こう待って、これをバックハンドで打ちやすくなります。要するに、こう下げて、上から下、上から下にチョップ、上から下にチョップ、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 いいコース。次3球目バックハンドで待っていきます。こういう感じです。
でこの時にどうしてもちょっとうまく飛ばせないこうやろうとしてあれ届かない、このバックサーブのいいことは全然飛ばないっていうのが魅力にありまして、勝手に短いサーブがですね、バックサーブ逆回転のサーブはもうすっごい短くですっていう感覚でいいです。ただやってて届かないところがある。届かない方はですね、こう親指をですね少し立てていただいて、こうやってバックサーブを出すことで前に飛ぶようになります。なのでちょっと届かない方は親指を立ててジャンプするっていう感じでやるといい感じになる。ちょっと普通にやって届かない届かない届かない、じゃあ親指立ててお前いったいい届ちょっと普通にやって届かない届かない届かない、じゃあ親指立ててお前いったいい届いた OK。 ポイント4はですね、この実際にこのインパクトの時に切る方法なんですけど、ただですね、こうチョップする時に前腕でしならせる、前腕でしならせてインパクトの手首を使ってもらうと、前腕をしならせて切るで、こういうイメージ、前腕をしならせて切るってやるとお回転がすごく入りました。もう一回いきますね。前腕をしならせて切る、前腕をしならせて切るってやるとすごく回転が増えます。はい、だから回転があんまかからなそうなイメージから意外と切れますけど、前腕をしならせて切るで、こういうイメージ、前腕をしならせて切るってやるとお回転がすごく入りました。もう一回いきますね。前腕をしならせて切る、前腕をしならせて切るってやるとすごく回転が増えます。はい、だから回転があんまかからなそうなイメージから意外と切れますって感じです。なので前腕をしならせて切るっていう感じです。ポイント5つ目は回転の使い分けになります。でこのサーブはですね、こう同じフォームからいろんな回転を分けられるのが武器でして、そうするとこのラケットの上の方ですね、先端の方に当てるようにすると結構上が強めにちょっと入ります。であとですね、ちょっと真ん中ら辺のこの中心をこう動けるようにするとこう横回転が強く出やすいです。であとですね、ちょっと下を気持ちちょっと下が入ってほしいなと思った時はちょっとこう下の方を捉えてこういう感じでこうするんですよ。こういうイメージでやると下系が入りやすくなります。はい、ちょっとやってみますね。はい、じゃあ上ここで内側のところで上回転短いですね、上回転。じゃあこっちは真横回転真横はいで今度横下、横が強い下ですね。ほんのちょっと横が強い下ぐらい。こんな感じ。ちょっと戻ってきましたね。はい。はい。じゃあここで内側上のところで上回転。短いですね。上回転。じゃあこっちの真横回転、真横。はい。で今度横下、横が強い下ですね。ほんのちょっと横が強い下ぐらい。こんな感じ。ちょっと戻ってきましたね。はい。はい。だからこういうふうにですね、3種類の回転を比較的簡単に使い分けがしやすいので、なんか3はえげつないぐらい短く最後切れますので、勝手に鋭角に切れてくれるので、次はバッククロスでやつがきやすいので、それを待って、こういろんなコード3球目が時代に打ちやすいサーブになります。上系横真横系下
横下系、横下系、もう最後ですね、一通りできるようになった方はですね、より効かせる方法としましては、通常のバックサーブの14回転のこのこういうタイプですね、この標準の中に急に逆逆混ぜるとさらに反応しやすくなる。なので通常の球をさっきのこう立てるタイプじゃなくて真横にこうバックサーブの基準のこれにしてトス上げて、でインパクトの瞬間にヘッドを一気に立てる、ヘッドを一気に立ててチョップする、チョップってやると、そうするとですね、結構超厳しく押すきました。そうするとですね、結構超厳しく押すきました。これとこういう通常横回転、それからとに逆にこういう感じ、はい、これとこういう通常横回転、それからとに逆にこういう感じ、はい、最後切ったバックサーブが出せれば、じゃあふわっとクロスに返してくれるので、そこを待って打てるというパターンになります。非常にいいバックサーブなので使ってみてください。ありがとうございました。これとこういう通常横回転、海外発送スタート。世界228カ国にお届けします。
詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。